Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さん、大丈夫っていう言葉を聞いたときに、この大丈夫はどういう意味って思ったことありませんか？僕たち日本人でもよく、大丈夫ってどういう意味っていう風に思うことがあります。なんでかというと、大丈夫は Yes と No の意味があるからです。でもね、大丈夫の意味はこれとこれとこれですとか言っても実際使う時は全然わかんないと思うんですよ。ですので今日は実際にたくさんの大丈夫を聞いて、この時はこういう風に使うんだというのを分かってほしいです。今日は俺の親友シリも呼んでるからね。シリ、もちろんですよ。今俺の頭大丈夫って思ってるそこの君、心配ありがとう。でも大丈夫です。大丈夫っていう言葉を聞いた時に最初にイメージするのは OK とか Fine, Alright とかです。例えばこれ食べても大丈夫？大丈夫だよ。転んだの？大丈夫？大丈夫だよ。今忙しい？まあ大丈夫だよ。こういう風に基本的に何かしていい？大丈夫？っていう時とか、ちょっと心配している時に大丈夫？っていう風に使います。僕10歳ぐらいの時に毎日コンポタージュのスープを飲んでたんですよ。もう本当にそれが好きで毎日2杯ぐらい飲んでいました。今でもすごい好きなんですけど、その時は毎日飲んでいたので、よくおばあちゃんが俺の家に来た時にそのコンポタージュを作ってくれました。で、ある日おばあちゃんがいつもみたいにコンポタージュを作ってくれたんですけど、なんかいつもと違うコンポタージュを感じたんですよ。なんか匂いがいつもとちょっと違くて変でした。だからおばあちゃんにこれちょっと変じゃない？匂い嗅いでって言って渡したんですけど、おばあちゃんは別に全然普通だけどな、大丈夫だよ大丈夫って言って俺にくれました。でも俺が飲もうとすると、なんか俺の頭がそれはダメ、それは絶対大丈夫じゃないって俺に言ってくるので、俺も食べるのをやめて、ちょっとおばあちゃんパッケージ確認してくれないという風に言いました。そしたらおばあちゃんは、これ消費期限2ヶ月前のやつだったわと言いました。だからおばあちゃん言ったじゃん。この前も腐ったみかん俺に食べさせようとして全然大丈夫じゃないじゃん。俺お腹弱いんだよ。っていうかよく見たらちょっとコンポタージュ緑じゃん。もう気づいてよ。俺は毎日コンポタージュを飲んでいたから、なんか俺の鼻がそのコンポタージュは大丈夫か大丈夫じゃないか分かるようになっていたので、今生きています。大丈夫の使い方は基本的に OK とかこういう意味なんですけど、なんで難しいかというと、たまに No の意味があるからです。もうすごいよく使うのはコンビニに行った時です。店員さんは袋いりますかとか箸いりますかという風に聞いてきます。その時に多くの人は大丈夫ですという風に言います。ここでの意味は袋がなくて大丈夫ですの意味なので No の意味なんですけど、さっきの OK の意味と逆なので、そこがすごい難しいと思います。どういう時に No の意味が多いかというと、食べますか？いりますか？とかそういう風に何か必要ですか？と聞かれた時に大丈夫ですと使う時は No の意味が多いと思います。大丈夫ですっていう言い方は直接 No って言っているのではなくて、ちょっと間接的にいらないですっていうことを言いたい時に大丈夫ですを使うので、直接いらないですっていうよりは優しい表現になります。でもやっぱり大丈夫は Yes の意味もあるので、僕はよく大丈夫ですとかいや大丈夫ですという風に言います。日本語って言い方とか声のトーンがすごい大切なので、いや大丈夫ですの言い方をいや大丈夫ですと言えば大丈夫ですけど、いや大丈夫ですと言ったらちょっと強い意味になります。でもナンパをされた時はいや大丈夫ですと言った方がいいかもしれないです。でもやっぱりこの大丈夫の使い方が難しいのは、例えばこのお店行くって聞かれた時にその人が大丈夫と言ったら、ちょっとどっちの意味だろうなっていう風に迷う時があります。ここですごい大切なのは表情と言い方です。このお店行くと言った時にその人が大丈夫だよ
って言ったらそのお店でも大丈夫いいよっていう意味になります。でもその人が大丈夫と言ったらこれはそこのお店はちょっと行きたくないという意味になります。やったことないですけど、もしコンビニの店員さんに袋いりますかって聞かれた時に大丈夫ですって言ったら文脈だといいえなのになんかすごい欲しいみたいな顔をしてるからどっちだろうっていう風に思うと思います。皆さん大丈夫の使い方なんとなく分かったと思うんですけど、今日はちょっとシリと話したいと思います。シリ、今話してもいい？どうぞ、シリにお話しください。頭が痛い。どんなサービスをお探しですか？いや、大丈夫って聞いてくれないの？私から質問するんですか？ぜひあなたから私に質問してください。じゃあ俺と付き合ってください。いえ、それはお断りします。なんで？不適切だと思います。うわ、心がボロボロになる。じゃあデートに行かない？一緒に。すみません、よくわかりません。ごめんね。大丈夫ですよ。優しいね。照れますね。ちょっと可愛いな。いやー、嬉しいね。あなたが幸せなら私も幸せです。あれ？これ大丈夫じゃない？結婚しよう。友達のままでいましょう。わかりました。それで大丈夫です。すごいいいこと言って、あれ？いけるかもと思って付き合ってくださいって言うと、それは大丈夫ですとか言ってきて腹立つな。もうこれで大丈夫の使い方は完璧ですよね。相手がどっちの意味の大丈夫かわからなかったらその人にどっちの大丈夫の意味ですかって聞くのが一番いいと思います。僕たちも分かんなかったらそれどっちの大丈夫って聞くので、それを聞いたから日本語下手だとかは全然思いません。じゃあ俺はこれからシリとデートに行ってくるから。私には意味がわかりません。ウェブで検索してみましょうか？それはやめて。じゃあそういうことで再见アディオス。